引き出しの奥から見つけた古いガラケー。充電して開いたデータフォルダの荒い写真を見たとき、自分が撮ったはずの自分の記憶なのに、なぜか見知らぬ他人の過去を覗き見ているような、懐かしさよりも先に奇妙な不安を覚えたことはないでしょうか。岩観考察ラジオへようこそ。あなたは部屋の片付けをしているとき、あるいはふと昔の荷物を整理しようと思い立ったとき、机の引き出しのずっと奥の方から、あるいはクローゼットの奥深くにある段ボール箱の底から、長く使わなくなっていた古い携帯電話を見つけ出したことはないでしょうか。スマートフォンという言葉すらまだ一般的でなかった時代、私たちが当たり前のように持ち歩いていた二つ折りのいわゆるガラケーと呼ばれる端末です。引き出しの奥からそれを取り出したとき、あなたの手にはさまざまな感覚がよみがえってくるはずです。表面のメタリックな塗装はすでにところどころ剥がれかけ、角のプラスチックには無数の細かな傷がついています。それはかつてあなたが毎日ポケットやカバンに入れ、数えきれないほど出し入れした痕跡です。手のひらに乗せてみると、今の薄くて平らなスマートフォンとは全く違う、ずっしりとした分厚さと物理的な重みを感じるはずです。親指で側面をなぞると、マナーモードの物理スイッチやカメラを起動するための小さなボタンの感触が、指先の記憶を通してかすかによみがえってきます。ヒンジの部分を少しだけ動かしてみると、カチッという硬い音とともに機械的な抵抗感が指に伝わってきます。花を近づけてみると、古いプラスチックと固有の匂いに混じって、かつてのあなたの生活の匂いや当時の部屋の空気がそのままパッケージされて、そこに保存されているような錯覚に陥ります。もう何年もあるいは十何年も触れていなかったはずの、かつてのあなたの日常の相棒であり、あなたの生活のすべてを知っていた小さな機械です。あなたはふとした好奇心から、その端末の中身を見てみたいという強い衝動に駆られます。絡まったケーブルの山の中から、先が太くて独特の形をした古い充電器を探し出し、端子に溜まったホコリを息で吹き飛ばしてから、端末の底にあるカバーを開けて慎重に差し込みます。完全に放電しきったバッテリーはすぐには反応しません。数分間あるいは数十分間、じっと待っていると、やがてヒンジの近くにある小さな通知ランプが、血のような赤い光をぼんやりと点滅させ始めます。それはまるで長い冬眠から機械が目を覚ますような、静かでひどく無機質な呼吸のようにも見えます。その赤い点滅をじっと見つめていると、自分が何か開けてはいけない箱の封印を解こうとしているのではないかというかすかな不安が胸の奥に芽生え始めます。そしてあなたは少し塗装の剥げた電源ボタンを指の腹で強く長押しします。今のスマートフォンにはないカチッという確かな物理的な手応え。数秒の重たい沈黙の後、小さな液晶画面がパッと明るくなります。現代の高精細な有機 EL ディスプレイに慣れた目には、それはあまりにも不自然で青白い、どこか病的な光に見えるはずです。そして懐かしい起動音が少し割れたような電子音で、あなたの部屋の静寂を破って短くなり響きます。画面には見慣れた通信キャリアの古いロゴがカクカクとした粗いドットで表示され、ゆっくりと時間をかけてメニュー画面が立ち上がります。あなたは十字キーをカチカチと押し込みながら、当時設定していたままの壁紙や並んでいるアイコンの並び順を眺めます。写真フォルダを開く前に、ふと目に留まる他の情報がすでに違和感を放っています。画面の隅に表示されている圏外のマークや、数個だけ黒く塗りつぶされた電池残量のアイコン。それはこの端末の時間が、あなたが最後に電源を切ったあの日のもの、完全に停止していることを示しています。少し操作して受信メールのフォルダを開いてみると、
そこには今はもう使われていない古い絵文字や、文字数制限を気にしたような短い文章が並んでいます。宛先の名前には当時の親友や、今はもう顔も思い出せないような知人の名前が、そのままの形で残されています。彼らとはもう何年も連絡を取っていないのに、この小さな画面の中では、昨日のことのように日常会話が保存されています。画面の向こう側に当時の自分の生活圏が、そのままタイムカプセルのように閉じ込められている。写真を見る前から端末そのものが、誰もいない過去の部屋になってしまったような、不思議な隔絶感を覚えるはずです。そしてあなたはメニューの中から、写真が保存されているデータフォルダを開いてみます。読み込みには少し時間がかかります。砂時計のアイコンがくるくると回り、機械が一生懸命に過去の記憶を引っ張り出そうとしている。やがて1枚の画像が画面いっぱいに表示されます。そこには当時のあなたが撮影した何気ない日常の風景や人物が保存されています。画質が極端に荒くノイズにまみれたその写真、自分が撮ったはずの自分の過去であるにもかかわらず、まるで別の世界の記録を突きつけられているような、説明のつかない静かな違和感を放っています。今回はこの古いガラケーに残された画質の荒い日常写真が放つ異世界のような不気味さについて一緒に深く考えていきたいと思います。まずデータフォルダを開いて最初に目に留まる1枚の写真についてお話ししましょう。それは当時のあなたの部屋であったり、あるいは友人の家で夜に撮られた写真かもしれません。室内で撮影されたその画像は、一つ目の強い違和感を私たちに突きつけてきます。それはフラッシュの強い光によって、不自然に白飛びした顔と空間の極端な歪みです。当時の携帯電話の小さなカメラレンズは、暗い場所での撮影を非常に苦手としていました。光を取り込む能力が圧倒的に低かったため、夜の室内で写真を撮るときは、レンズの横についている強烈な LED フラッシュを容赦なく被写体に浴びせる必要があったのです。画面に映っているのはあなたのよく知る友人です。あるいは当時の恋人かもしれません。しかしその顔はフラッシュの真っ白な光を正面から受け、のっぺりと平面的なものにすり替わっています。肌の柔らかい質感や細かな表情のニュアンス、目元の微妙な影などは完全に消失。ただ光を強烈に反射する白い仮面のようになっています。そして目は赤目補正などの機能が弱かったため、フラッシュの光を網膜の奥で反射して、不自然なほど真っ赤に光り輝いているかもしれません。楽しそうに笑っているはずのその表情が、どこか引きつったような、突然の強い光に驚いて硬直したような、何かの記録用の無機質な資料に映り込んでしまった。ただの物体のようにさえ見えてくるのです。生身の人間としての生々しさがそこにはなく、精巧な作り物のように見えてしまう。自分のよく知っているはずの人物が、全く別の生き物に変質してしまっている違和感です。笑っているはずの口元や、楽しそうに細められたはずの目元の情報が、荒いが外強い光によって完全に潰れてしまい、彼らがその時どんな感情を抱いていたのか、画面からは全く読み取ることができません。当時はあんなに親しく毎日のように言葉を交わしていた相手なのに、今この小さな画面を通して見つめ合うと、絶望的なほどの距離を感じてしまいます。写真というデータは確かにその人の姿を残しているのに、その人との間に流れていた温かい空気や、交わしたはずの何気ない会話の記憶は、一切保存してくれていないのです。確かな記録がそこにあるのに、最も大切な関係性だけがすっぽりと抜け落ちている。知っているはずの友人が見知らねえ世界の住人のように見え、自分が全く知らない誰かのアルバムを勝手に見ているのではないかという不安に駆られます。
さらに冷たいのはその後ろに広がる背景です。フラッシュの不自然な光が届くのは被写体であるその人物の数十センチ後方までです。そのすぐ後ろに広がっているはずの部屋の空間は光が急激に減衰してまるでインクをこぼしたように真っ黒に塗りつぶされています。壁に貼ってあったはずのポスターも本棚に並んでいた漫画の背表紙も窓のカーテンの絵もすべてが深い闇の中に溶け込んで見えなくなっています。被写体だけが真っ白に浮かび上がり、そのすぐ背後には底なしの暗闇が口を開けている。それはまるで友人が宇宙空間に放り出されて暗黒の虚無の前に立たされているような、極端に不自然で不安を煽る空間の切り取り方です。これは間違いなくあなたの日常の風景でした。蛍光灯の光の下で友人と笑い合いながら暖かくて安全な部屋の中で過ごしていたはずの夜です。しかしこの荒い画像の中ではそのぬくもりや部屋の空気感は完全に失われています。知っているはずの部屋がどこか別の次元の空間に見える。情報が極端に欠落し光と影のバランスが崩壊していることであなたの脳内にある豊かな記憶と目の前の液晶画面の画像がどうしても結びつかないのです。自分の記憶の引き出しをいくら探してもこの不気味で真っ暗な空間は存在しない。現実の記憶とデジタルの記録の間に生じたその巨大なズレがあなたを静かな不安へと誘い込んでいくのです。この写真は本当に自分の記憶なのだろうか、それとも誰かが作り出した偽物の記憶なのだろうか。次にフォルダの別の写真を開いてみましょう。十字キーを押して次の画像へと切り替えるたびに画面が上から下へとゆっくりと描画されていきます。今度は昼間に外で撮られた風景の写真です。旅行先の景色であったり近所の公園であったりあるいは通学路や通勤路の何気ない道端かもしれません。太陽の光の下で撮られたはずの画像です。しかしここにも2つ目の強烈な違和感が潜んでいます。それは画素が荒すぎて細部が完全に潰れたどこか薄暗く見える風景の不気味さです。画面に映る空の青色を見てください。それは現実の空のような滑らかなグラデーションを描くことはなくいくつかの不自然な水色のブロックの集まりになっています。色の境界線がくっきりと分かれてしまい空に等高線のような奇妙な縞模様ができてしまっている。遠くに見える木々の葉は一枚一枚を認識することはできずただの緑色の単一の塊にしか見えません。建物の輪郭は階段状にギザギザに歪んでおり奥に向かって続くはずの道路のパースペクティブは奥行きを失ってただの灰色の平面になり下がっています。現実の世界が持つ圧倒的で複雑な情報量が当時の限られた少ないが素数と低い処理能力によって無理やり圧縮され押し込められた結果全てがのっぺりとした絵の具の塗りつぶしのように不自然な形にデフォルメされているのです。それは現実の景色というよりも昔の古い家庭用ゲーム機で描かれたポリゴン数の少ない 3D の背景グラフィックや誰もいない閉鎖空間を歩き回るシミュレーターのように見えます。その風景の中には風の動きや空気の温度さえも感じられずただ冷たいデジタルの記号として配置されているだけです。そして何より不思議なことに晴れた昼間に撮影したはずの風景なのに全体的にうっすらと暗くどこか濁ったような重たい色調を帯びています。カメラレンズの性能の限界によるものなのかあるいは当時の画像処理エンジンの独特の癖なのか風景全体に目に見えない薄い灰色の膜が張られているようなあるいは世界全体が薄いスモークに包まれているような息苦しさを感じる独特の空気感です。そこには人間の生活の匂いや活気は一切ありません。音が完全に吸い取られてしまったような
絶対的な静寂だけがそこには存在しています。駅前のロータリーや毎日通ったコンビニの前、あるいは友人の家の近くの交差点など、当時は間違いなくあなたにとって意味があった場所のはずです。しかし今その荒い風景写真を見ても、なぜ自分がわざわざこの場所を撮影したのか、全く理由が思い出せないのではないでしょうか。場所そのものは確かに写っているのに、その日の目的や誰かと待ち合わせをしていた感情などは完全に消え去ってしまっています。まるで風景があなた個人の思い出から切り離され、出どころのわからないフリーの背景素材のように見えてくる。自分が本当にこの空虚な場所にいたのだろうか。当時の自分の網膜にも、世界はこのように荒く薄暗く映っていたのだろうかと、ありえない疑問が頭をよぎります。そんなはずはないと頭でははっきりと分かっているのに、残されたデータがあまりにも異質で不気味であるため、自分の過去の体験そのものが根底から揺らいでしまうような感覚に陥るのです。この風景は自分がかつて生きていた現実ではなく、誰かがプログラミングした架空のステージに過ぎないのではないか。さらにフォルダの画像をめくっていくと、3つ目のそしてある意味で最も決定的な違和感に出会います。それは写真の右下あるいは左下の隅に焼き付けられたオレンジ色のデジタルの日付です。風景や人物の上に覆いかぶさるように、2008年4月15日14時32分といった数字がカクカクとしたデジタルフォントで鮮やかなオレンジ色で刻印されています。当時の携帯電話のカメラには、撮影した日付と時刻を画像データそのものに直接書き込んでしまう機能がよく使われていました。今のスマートフォンのように裏側の見えないデータとして保存するのではなく、写真の風景を破壊してまで視覚的な情報として強制的に表示させていたのです。この日付は写真に写っている風景や人物の感情とは全く無関係の絶対的な異物です。ピクセルが荒く細部が曖昧な世界の中で、このオレンジ色のデジタルフォントだけが恐ろしいほどはっきりと明確な輪郭を持って存在しています。この日付の文字を見たとき、私たちはとても冷酷な事実を突きつけられます。それはもう二度と戻れない過去の時間がただのデータとして完全に固定され、標本のようにピン止めされているという事実です。私たちは自分の過去を思い出すとき、出来事の前後の流れやその時の感情の揺れ動きを一つの曖昧で連続した物語として記憶しています。時間は流れていくものであり、記憶もまた時間とともに少しずつ形を変えていくものです。しかしこの画像に焼き付けられたオレンジ色の日付は、その連続した時間の流れを暴力的に断ち切り、この一瞬だけを永遠の記録として固定してしまっています。そこに刻まれた数字だけは異様に正確なのに、肝心のあなたの記憶の中身はぽっかりと欠落しています。2008年4月15日の14時32分、機械はあなたがその瞬間にどこでシャッターを切ったか、1分1秒の狂いもなく正確に覚えているのに、当のあなた自身はその日の会話や天気や自分の気分をもう何一つ思い出すことができません。記録の完璧な正確さと人間の記憶の頼りない曖昧さ、その残酷なほどの差があなたに強い違和感を与えます。日付はあなたがそこにいたという揺るぎない証拠ではありますが、あなたの大切な思い出そのものではありません。写真という確固たる記録がそこにはっきりとあるのに、自分の記憶の中にはその前後の物語がすっぽりと抜け落ちてしまっていることがよくあります。あのオレンジ色の数字は、あなたが間違いなくその瞬間にその場所に存在したことを冷徹に証明する証拠であると同時に、あなたがその瞬間の記憶を永遠に失ってしまったことを突きつける宣告のようにも見えます。時間が流れているのではなく、
時間そのものが画素という冷たい牢獄に閉じ込められ、身動きが取れなくなっている状態。画面の中で永遠に午後2時32分を繰り返し続ける風景。その静かな暴力性と絶対的な固定感が私たちをひどく落ち着かなくさせるのです。それは生きた記憶ではなく、完全に固定された過去の抜け殻を見つめているような感覚に近いのかもしれません。そこにはもう二度と触れることのできない完全な過去がデータとして冷凍保存されています。こうして見ていくと、古いガラケーに残された低画質の写真にはいくつもの違和感が重なっていることがわかります。フラッシュによる被写体の白飛びと絶対的な暗闇、画素が潰れゲーム画面のようになった薄暗い風景、そしてオレンジ色の日付が放つ冷たい時間の固定。これらを貫く違和感の正体とは一体何なのでしょうか。それは一言で言うならば、情報の欠落によって生々しい記憶がただの無機質なデータへと変換されてしまうことの不気味さです。現代のスマートフォンのカメラについて考えてみてください。今のカメラは驚くほど高画質で、現実の世界を細部まで鮮明に映し出すことができます。人物の髪の毛の一本一本から、背景の遠くの看板の小さな文字、さらには空気中のかすかな埃の乱反射まで、現実の世界をそのまま丸ごとコピーしたかのような精巧さです。だからこそ私たちは現代の写真を見たとき、自分の記憶と画像の間に違和感を抱くことはほとんどありません。綺麗すぎるからこそ私たちは記憶とのずれを感じにくく、写真がそのまま自分の経験だと無意識に信じてしまいます。高画質の写真は私たちの過去を完璧に保存し守ってくれているように見えます。しかし古いガラケーの粗い写真は違います。そこにはあまりにも多くの情報が欠落しています。色温度の正確さや空間の奥行き、人物の細かな表情や空気の匂い、そういった私たちの脳が現実を認識、記憶を呼び起こすために必要な鍵となる情報が、処理能力の限界によってこっそりと削ぎ落とされ、失われてしまっています。古い写真は粗いからこそ、私たちの記憶の中に開いた大きな穴を容赦なく可視化して見せつけてしまうのです。低画質の写真は過去がそのまま保存されているのではなく、過去がすでに壊れかけていることを私たちに教えてくれます。圧倒的に鮮明な現代の写真と、情報が欠落してボロボロになった古い写真。果たしてどちらが本当に人間の曖昧な記憶に近いのか、それすらもわからなくなってくるような感覚に陥ります。現実の記憶が持っている生々しさと、目の前にある小さな画面の画像の無機質さ、その巨大な乖離が生み出すノイズ、それがこの違和感の正体です。そしてそのノイズは次第に、ある静かな錯覚を私たちに抱かげ始めます。この画面に映っているのは、本当に過去の自分なのだろうか、自分が生きていた世界なのだろうかと、もしかするとこれは自分によく似た、別の誰かの記録を盗み見ているのではないだろうか。画質の粗さという強いフィルターを通すことで、過去の自分は現在の自分から完全に切り離されてしまいます。当時の自分が感じていた喜びや悲しみといった感情、未来への希望や日常の退屈さ、そういった人間らしい揺らぎは、この粗いピクセルの中には一切含まれていません。ただ物理的な光の反射が、極めて不完全なデジタルデータとして、電気信号に変換されて保存されているだけです。自分の過去が自分のものではない、機械の側に属する無機質な記録として提示されることへの戸惑い、それは記憶の劣化という現象ではなく、記憶が他者化してしまうという奇妙な体験です。あなたは小さな液晶画面の中で、無表情に白く飛んだ自分自身の顔を見つめます。その顔はあなたのことをよく知っているような、あるいは全く知らないような、
極めて曖昧で読めない表情でこちらを見返してきます。そこにはかつてあなたが間違いなく生き切ったはずの時間が限界まで圧縮され変質、デジタルの牢獄にと閉じ込められています。あなたはそれをただ現在の安全な場所から外部の傍観者として眺めるしかありません。自分の過去であるはずなのに、どれだけ手を伸ばしても絶対に届かない絶対的な断絶、その埋めようのない距離感が深い虚無感となって胸の奥に広がっていきます。そんな考察を頭の片隅で転がしながら、あなたは手に持っていた端末をパタンと閉じます。二つ折りの携帯電話が合わさるバチッという硬いプラスチックの音が部屋に響きます。その音はまるで別の世界への扉を強制的に閉められたような響きを持っています。そして側面の電源ボタンを再び長押しして、その古い機械を深い眠りにつかせます。懐かしい終了音が短くなり、明るかった小さなサブディスプレイの画面がゆっくりとフェードアウトして暗転し、ただの分厚くて黒いプラスチックの塊へと戻ります。あなたが画面から顔を上げると、そこには現在のあなたの部屋が広がっています。LED のシューリングライトが部屋の隅々までを明るく均一に照らし、机の上の高解像度モニターが鮮明な映像を映し出している。手元にはガラスと金属でできた最新のスマートフォンが置かれ、窓の外からは現代の街の車の音や生活音が聞こえてきます。部屋の空気は適切に温度管理され、全てがクリアで細部までくっきりとピントが合っている。情報に満ち溢れた圧倒的な現実がそこにあります。さっきまで小さな画面の中で見ていたあの荒くて薄暗く時間の止まった世界から、急にこの鮮明な現代に引き戻されたような奇妙なタイムスリップ感にあなたは襲われます。めまいにも似た軽い浮遊感。あなたは自分が立った今まで、自分の過去という名のパラレルワールドを、あるいは別の次元のシミュレーション空間をこっそりと覗き込んでいたような錯覚に陥ります。あの荒い画像の中の息苦しい世界は、本当に自分がかつて生きて呼吸していた場所だったのだろうか、それともデータが作り出したただの幻だったのだろうか。確かなことは何一つありません。ただ記憶というものが、私たちが信じている以上にもろく不確かなものであり、機械の性能や保存されるフォーマットによっていとも簡単に別の無機質なものにすり替えられてしまうということ。それに気づいてしまった時、自分が今確かなものとして立っているこの鮮明な現実すらも、いつか数十年後の未来には同じように荒くて理解不能なデータに変換されて、誰かに不気味なものとして覗き込まれる日が来るのかもしれない。そんな静かな諦めにも似た不思議で冷たい余韻が、あなたの心の中にしばらくの間残るのではないでしょうか。引き出しの奥に眠る古い携帯電話は、ただの役に立たなくなった機械の残骸ではありません。それは私たちの記憶がいかに曖昧で機械に依存しているかを静かに証明するための個人的で小さなタイムマシンなのかもしれません。次にあなたが部屋の掃除をしていて、古い端末を偶然見つけることがあったら、どうかその荒い画像をじっくりと見つめてみてください。そこに映っているのは、かつてのあなたではなく、機械によって記録された別の誰かの過去かもしれません。それでは今回はこの辺りで、違和感考察ラジオ。あなたの夜の少しだけ不思議な時間のささやかなお供に慣れていれば幸いです。また次の違和感でお会いしましょう。